墨入れですね、墨入れで、僕はこれはミスターカラーの瓶だけども、中身はエナメルです。タミヤエナメルのいろんな色混ぜて例によってだね、例によっていろんな色混ぜて作った黒ですね。艶消し黒、茶色っぽいような、緑っぽいような、これ墨入れなんですけど、今これシャーシの方、下の方はね、多分泥とかくっつけるんで消えるとは思うんですけど、一応なんて言うんだろう、どの程度消えるかってのが分かんないんで、ね、こんな感じでかなり薄いです。ちょっと薄すぎるかな。あんまりこう黒が主張しちゃうのも嫌いなので、ガーッと抜けちゃってちょっと置いておきます。グリーンに置くとこんな感じ。いつも飛行機もこれでやってるんですけどね、こんな感じですよと。一応この周りにも、この奥は多分車輪にどんな感じで泥をつけるかっていうのもちょっといろいろ資料を漁らないと。資料ってあんまりないんですけどね、戦車みたいなの作んないから。車体後部のこういうところもね、ちゃんとで、全体には塗らないですよ、今回は全体にはやらないで、ちょっと乾かします。あとはちょっとやっちゃうかというか、動画撮影用にやっちゃいますかね。ここも結構実写見ると影が目立つんで、違いますか。地彫りを入れとけばよかったかもしれない。ちょっともうどんどんとパネルライン入れてもいいし、入れなくてもいいし、あんまりねパネルライン真っ黒にしたくないっていうのも実はあるんですけどね。ここちょっとメリハリ入れたいね。感じですね。まだ乾かない。あとはお急ぎの時はもうドライヤーで乾かして、今乾いたらシンナーで整えていきます。筆で吸わせて広げるような整え方でしょうね。でこれもやっぱり乾くとまた様子が変わるんで、ほとんどわかんないけどな。ちょっと薄いかな、やっぱり。もうちょい黒を混ぜた方がいいかもしれない。この辺も見えなくなっちゃうと思うんだな、多分。で、汚しは汚しで、いわゆるウォッシングはウォッシングで、また後で、これ、グリーンの方は黒が全然見えないな。もうちょっと黒混ぜた方がいいですね。さっきのほど乾いてはいないんですけど、
これはまあよく言われるように水が流れる方向に広げていくような。ボルトの頭はもう必ず落としてあります。まあこれも非常に気長な作業ですね。ここなんかちょっと黒が多すぎる。さっきベターって乗せましたね。ただこれぐらいベターって乗せた方がいいかもしれないですね。さっきのホイールはちょっと遠慮がちだったんで、これ今パネルライン墨が入っちゃったんですけど、やっぱり入れた方がいいかな。結構ウェアブラシで黒塗ったじゃないですか。で周りの車体色をウェアブラシでやったんで、その筋彫りの中にはそんなに入ってないんですよね。基本とそう車体色がね。やっぱグリーンのところはちょっとわかんないね、これは。多分ね、この色が茶色の黄色いのとネイビーブルーの青がグリーンを作っちゃってるんで緑っぽい。これくらいかけてた方がいいね。フラットブラック足しますか。多分結構暗くなったと思います。車体上面でメッシュのところですね。緑やってみようか。今おかしかったから緑が。まだあまり黒くないな。茶色のとこどうかな。色的にはこのままダークグレーっぽい色。これは逆に下残したいから軽く上っ面を撫でるような感じでいいのかな。です。こうすれば下は黒残りますから。で今作った黒がどうやろう、このボルトちょん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 。ここは入れないです。この幅の広い入っちゃうけどね。入っちゃったらしょうがないけどね。こんな感じでボルトの付け根とか、ここはちょっとパネルラインが茶色してるんで、これは逆に入れちゃったらいいと思いますし。あとは元横なんかのあれですよ、なんだっけ、アーマー。いいですね、この色。ちょうどいい感じの色かな。汚れが
取れすぎてもいけないし、残りすぎてもいけないし、まあどの程度残すかは好き好きになっちゃうんですけどね。基本は縦の壁は縦、下のはどっちでもいいみたいな、前後方向かなやっぱり。あまりここに残しちゃうとそのパネルラインとのメリハリがつかなくなっちゃうんで、やっぱ頂点の部分とかはちゃんと落とした方がいいですね。まあこのパネルの一番下はね、どうも汚れがたまるみたいな傾向あるみたいなんで、多少ムワムワムワっとなっててもいいみたいなんですけど、やっぱ乾くとかなり黒の色がどかしちゃいますね。なのでこれはあれですね、ボルトの、まあ今ここそうだったんですけど、ボルトの周りに変な汚れの水たまりができてない方がいいですよね。あくまでも黒いのはボルトの付け根の部分だけ。こんな感じでとりあえず筋彫りじゃないや、墨入れの方をやっちゃいますね。今方針の墨入れでちょっと気がついたのが、ちょっと違和感感じるんですよ。何かなと考えてみて、ここの段差の大きいところの墨入れと段差の薄いところの墨入れ、薄いところの方ができるだけ細くした方がいいと思うんですよね。この部分はちょっと段差があるんで、後ろですね、下はもうほとんどやばい黒が残ってるんで、ていうかここはもう真っ黒けっけなんですけどね。一応この中のスモークディスチャージャーのチェーンのとこにもちょこっと墨入れっていうか一応黒は置いてみました。いやこういう狭いとこがちょっと苦手かな。墨入れの方は、粛々と進めておりまして、あと残るはこの両側の横のところだけですね。一応は今やってる墨入れというのは影がメインですよね。影が作る線中華は潰れてるな。どうしても銅線なんでフックが後でまた
まとめて補修はしたいんですね。この導線のあれですよ、これはちょっと導線金属線だからどうしてもプライマーサフェーサー塗ってあるとはいえ、いじり回してると塗料は落ちちゃうんで、こんな感じで、これはちょっと場合によっては導線入れ直さないといけないかもしれない。この細さのね、銀色が良かったんですね。銀色のが探したんですけどちょっとなくって、探し方が足りないかもしれないですけど、そうすればね、チッピングが同時にできるんで、それはそれでありがたかったんですけど、ちょっとその目論見はあかんでした。達成できなかったです。で、一応この段になってるところのこの上の入り積みのところは、まあこれはモジュレーションで細く入れて薄暗くなってるんで、そこはそれでいいと思うんですよ。で、要はこういう合わせ目パーツとパーツの合わせ目というか、ラッチの下の隙間とかボルトの下の隙間とか、まあそういうのを今入れてるわけですよね。入れてるわけなんですけど、ちょっとこの後他のこともやるんで、弱いかなってことは、まあこういうとこも汚れがたまるんで入れちゃってもいいですけどね、こういう風にちょっと。それからこう汚れを持ってきて、こういうとこにビヨビヨビヨっと跳ねますからね。ここの上もそうですよね。この細く入れてやってもいいと思います。この辺結構黒くなってますけど、かなり上面はダークな感じになってるよね。ダークな感じになってきてますけど、墨でやらないと結構明るいお日様の下って感じ。じゃあちょっと曇り空って感じです。どこまで入れるかは好き好きだと思いますね。人それぞれ。だから思ったんですけど、結局影を移動していくようなイメージなのかな。こうどうしても広く入ってしまってるんで、こんなシミの跡みたいにね、それを伸ばしていくんですけど、こうその筋彫りの方に持っていけば、そこにその黒い塗料が集まっていくわけですよ。ここちょっと分かりにくいけどね。で、あとはこう縦に伸ばしてやれば自然な感じになりますし、ボルト周りもこうボルトの方にこう寄せていくような感じ。ボルトにこう絡みつかせるというか、
そんなイメージでやってはいますね。飛行機の墨入れとはだいぶ違いますよね。飛行機の墨入れはこんな出っ張りがあまりないんで、だいぶ違う。飛行機、この前墨入れしたのなんだっけ、トムキャットか。ああ、違う。ライトニング F35。結局飛行機の場合はもう伸ばすしかないんですよね。何かにこう絡みつける要素がないんで、そういうとこが違うな、やっぱり。ともこう出っ張ってるところは取ってやって、この段階の墨はあくまでも影なんで、出っ張ってるところに影は出ませんから、まあただまあゴリゴリっとやって汚しっていう要素でもいいですし、まあこうやればね、雨だれの感じが出ますよね。まあこれは後でまたちょっと違うことやるんですけど、とりあえず高いところの墨は剥がしてやる。ちっちゃいリベットが難しいな、やっぱり。そう、うまくこう影にこう塗料が乗ってくれない。影というかまあ入り墨の部分ですね。茶色いところはやりやすいですが、やっぱりグリーンのところはやりにくいです。色の違いがあんまりないんで、時々やっぱり筆はきれいにしてやらないといけないし、で今ここに薄く塗ったのをちょっと伸ばして、で実はまあ今これ伸ばしてたんですけど、一番最後に平筆をやっぱりこうシンナーちょこっと含ませて、こういうことやってます。まあ、全体のこの今入れた墨をなじませるっていう意味合いもあるし、一枚雨だれの汚れを出せれたらなみたいな感じで、まあこれやることでなんだろう、統一感が出るような気がしたんですよ。まあウォッシングなんですけどね、結局。まあ、全体を落ち着かせるというか、今この上も全部こういう方向にこれやりましたけどね。でまたこの後に違うことやるんで、油絵の具使ってまた色を入れるんで、まあ、相変わらず思いつきで作業してます。じゃあ次回は一番上の油絵の具使ったウェザリングかな、フィルタリングっていうか、ここ分かりやすいかもしれない。ここ今さっき細くしたじゃないですか。で平筆で伸ばしてやると、縦に伸ばしてやると、なるべく垂直に。まあでも最後ですね。
動画撮ってるんで直後にやっちゃったんですけど、実際は最後にまとめてやってます。であとこれこの地面反対側と今やってる残り後ろ半分これだけなので、まずこれを終わらせちゃって次の工程が、一番上の油絵の具をどう使うかというところですね。それではまた。